こんにちは、ジパング55のタカです。今私はフィンランドのヘルシンキバンター空港に来ております。今回は空港に隣接しているヒルトンヘルシンキエアポートをご紹介したいと思います。早朝や深夜便に便利な空港ホテルをたっぷりお届けいたします。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。まずは空港からホテルに向かいたいと思います。空港の到着口にはスーパーやコンビニもあるので、食事や飲み物を買っていくことができます。到着口からすぐの場所にホテルの案内表示もあったので分かりやすかったです。表示に従って進むとバス乗り場が出てきます。ここを通り抜ける必要がありますが、途中から屋根がなかったので雨の日は少し濡れてしまいますね。途中エレベーターに乗り2階に上がります。空港の到着口からホテルまでは歩いて10分ほどかかりました。それでも歩いてホテルに迎えるのは便利ですね。こちらがヒルトンヘルシンキエアポートです。ロビーも広々していました。ソファー席の数は多くなかったですが、どの時間帯もそんなに混み合っていませんでした。飲み物や簡単な旅行グッズも販売していました。エレベーターは自身のカードキーをかざさないと動かないようになっています。今回はツインゲストルームのお部屋です。入り口すぐそばにバスルームがありました。トイレと一緒になっているタイプですが、若干壁で隠されていました。シャワールームもあり、バスタブと分かれているのは嬉しいですね。ただ気をつけないと結構水が外に出てしまうので注意してください。洗面台は広くて使いやすいですが、アメニティはありませんでした。ベッドルームはこんな感じです。テレビも大きめですね。作業デスクも広々していました。冷蔵庫の中には有料のドリンクが入っていました。コーヒー、紅茶などがありますね。窓からは空港を見れましたが、遠目に飛行機が見える程度でした。シングルベッドが2つあり、ふかふかそうですね。ベッド脇にはクローゼットもありました。中は結構広く、ハンガーもありました。もう一つのクローゼットには、バスローブとアイロンなどがありました。金庫やタイなどもあります。ベッドの枕元には、クローゼットの一部が空間として物が置けるようになっていました。部屋のスイッチやコンセントもあるので、携帯を充電しておくことができます。この空間が地味に助かりましたね。今回はこちらのホテルに一泊し、その4日後に改めて一泊しました。最終日に宿泊した際は、部屋をアップグレードしていただき、サウナ付きのお部屋でした。ベッドルームもキングベッドとソファーベッドが余裕で入る広さです。浴室も若干広かったように思います。シャワールームは相変わらず気をつけないと水がこぼれました。なんといっても部屋にサウナがついてるのが良かったですね。部屋のサウナでロウリュできるのも本場ならではでした。私は時間がなくて利用できませんでしたが、フィットネスにサウナもあるので、こちらを利用してもいいかもしれません。お値段は1泊150ユーロから300ユーロの間ぐらいです。ヒルトンのポイントの場合は、4万5000から10万ポイントの間ぐらいでした。フィンランドは宿泊代が高いので、ヒルトン会員の方はポイントで宿泊した方がお得かもしれませんね。注意点としては、ヨーロッパのホテルはアメニティがないことが多いので、持参するようにしてください。それでは昼間のラウンジに行ってみたいと思います。ラウンジは5階にあり、自身の部屋のカードキーで解錠するシステムでした。ラウンジはそんなに広くはなかったですが、テーブル席やソファー席などがありました。夕飯のカクテルタイムの時間帯は混みそうですね。
ラウンジ内のドリンクはジュースやコーラ、ペットボトルの水がありました。ペットボトルのお水があるのはとても助かりますね。コーヒーやココアなどもコーヒーメーカーで抽出できました。カクテルタイム以外は簡単なスナックが用意されていました。今回夕飯は外で済ましてしまったので、カクテルタイムは利用しませんでした。提供される食事は軽食らしく、若干物足りなさを感じる量みたいです。19時から21時まで提供してるみたいなので、気になる方は利用してみてください。それでは朝食をご紹介したいと思います。1階のフロント奥にあり、かなり広々した会場でした。席数も多く、混み合う時間帯でも満席になることはなかったですね。朝食はビュッフェ形式です。サーモン、ハム、魚の酢漬け、チーズ、サラダ、オートミール、チアシード、ソーセージ、ベーコン、カレリアンピーラッカというフィンランドの伝統的なパイ、豆の料理、ズッキーニのグリル野菜、ハッシュドポテト、クレープのような料理がありました。ソースをつけて食べるようですね。キッシュのような料理、スクランブルエッグ、目玉焼き、ゆで卵があります。コーンフレーク、ジャムもあります。パンはクロワッサン、ライ麦パン、ケーキ、ワッフルを自分で焼けるようになっていました。焼きたてを食べれるのは嬉しいですね。マフィンやクッキーなどもありました。冷蔵庫の中にはバターや牛乳、豆乳なんかもありますね。ヨーグルトやフルーツもありました。ラズベリーとブルーベリーソースがあったので、いろんな料理に合わせても美味しいかもしれませんね。ドリンクはコーヒー、紅茶なんかがありました。ジュースも数種類ありました。フィンランドではよくあるタッチパネル操作でドリンクが出てきました。朝食の種類は多く、充実していました。ヒルトンは朝食がどこも種類がいろいろあるので、嬉しいですね。ヨーロッパなので、和食や中華料理はなかったです。北欧定番の料理やパンなどがあり、朝から北欧を感じられそうです。カレリアンピーラッカは、フィンランド東部カレリア地方発祥の伝統的な軽食です。薄いライ麦生地にミルク貝を包んで焼いたパイで、フィンランドではおにぎりのような国民食として広く親しまれています。スーパーやホテルの朝食には必ずと言っていいほどあるので、食べてみてください。朝食は朝6時から営業しているので、飛行機が早くても軽く食べていけそうですね。皆さんも利用してみてください。それでは今回のヒルトンヘルシンキエアポートいかがだったでしょうか。空港へのアクセスが良く、とても便利なホテルでしたね。皆さんもヘルシンキに来る際は利用を検討してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。